さん生地を購入したので、その生地の紹介とまたおまけではぎれをいただいたので、即興でバッグを作っていけたらなと思います。大根全部買っちゃいました。私が着てるやつです。ボーリーみたいなこの色が大活躍するかな。おまけでいただきました。めちゃくちゃしわくちゃな。大変。届きますか。でも美味しい。改めましてこんにちは、春山のまちこです。こんなに生地を買いました。今回購入した理由はですね、いくつかあるんですけど、このチャンネルをいつも見てくださってる方はご存知かと思うんですが、私ダブルガーゼの生地がとっても好きで、ガーゼ生地のストックがほとんどなくなってきたっていうのと、もうすぐ家族旅行が夏に待っているんですね。なので旅行に向けて家族にお洋服が縫えたらなっていうことでこんなに買いました。では一つずつ紹介していきたいと思います。では早速開けていきたいと思います。この生地は日本の生地を取り扱っているミスまたたびショップさんで購入しました。このお店は渡米したての頃 YouTube のコメント欄だったかなのメッセージでアメリカの方からここのお店で日本の生地アメリカでも買えるよということで教えてもらってで知ったお店なんですけど、ここでいつも無地のガーゼは買うようにしています。ただ今回すごい売り切れが多かったかな。このねまとめてある生地、これ何色の生地かな、何色っぽいですよね。可愛らしい。これもはぎれね、またね使わせていただきますね。このはぎれ可愛いですよね。わあ嬉しい。で今回はこの無地のガーゼの生地が白と紫と、いい色ですね。あと赤と青。やっぱり日本製のダブルガーゼの生地は品質が本当にいいんですね。アメリカで何回か買ったり、ネットで見てるんですけど、よりが甘いっていうか、こうシュワ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 っていう風になってるダブルガーゼが多いですかね。なのでこういう本当にこうきめ細やかでサラッとしてるこういうガーゼ生地はやっぱり日本製が一番だなっていうことで、いつもこのまたたびショップさんか国家ファブリックさんで無地のダブルガーゼ生地は買っています。でもね本当に売り切れが多くってですね、それが残念なんですけど、人気なのかな。やっぱり白のダブルガーゼはいつもストックしていて、本当は仮縫いなどはシーチングでした方がいいんですけど、ガーゼが好きすぎて仮縫いの時もうまくできたら着たいなっていう思いもったいない精神があるので、いつもこの白いガーゼで試し縫いをしてしまいます。この紫と青と赤っていうのは今度の家族旅行の時にこの色が大活躍するかなと思って買いました。どんな服を作るかはまたお楽しみにしといてくださいねこちらの生地を開けていきたいと思います。わかりますね。これは何色ですよ。このなんて読むんだろう、ジョーンズバンダーマーそういう読み方わかんないんですけど、こちらのお店で購入しました。こちらですね。何色の生地もたくさん買いました。これは何色ではないんですけど、これもガーゼの生地ですね。こんな感じの生地ですね。なんか同じガーゼでもねすごい表情が違うんですよね。これは多分アメリカ製のダブルガーゼかな。つるんってした感じじゃなくて、これはシュワシュワっとベージュのダブルガーゼもストックで欲しいなと思って、でも日本の生地の方は売り切れてたのでこっちを
試しに買ってみました。でも肌触りが良くて、目もそんなに粗くなさそうでよかった。でこちらの3点が何色の生地です。私の大好きな何色の生地で、一番私がテンションが上がっている生地がこちらの生地なんです。私の動画を見てくださってる方ピンときたかもしれないんですけど、これの色違い、緑ベースと白地ベースの同じシリーズ、なんていう名前だったっけかな、ハトポッポじゃなくてなんだっけななんかデザインの名前があるんですけど、忘れちゃった。ピースフルバードだったっけかな、忘れちゃったんですけど、とりあえずこのシリーズが大好きで、他にも黄色とこの黒地ベースがあったんですけど、今また出てるかもしれないんですけど、日本で探した時は全然なくって、もう売り切れちゃって、フリマアプリとかでも探して全然なくって、ああもうこの生地とは出会えないんだと思ったら、アメリカのネットの生地屋さんでこの在庫があって、この黒しかなかったんですけど、在庫全部買っちゃいましたそれぐらい好きなんです。ちょっと私が作ったブラウスをちょっと持ってきてみますね。じゃじゃーん、これですね。よく私が着てるやつですこの緑にベースのこのすごく可愛くないですか？でこれがすごい気に入ってて、あとこれを着てても結構お褒めの言葉をいただいてですね、もうこの生地で服作れないのかと思ってたらこれがあったっていう流れですね。こんな感じなんです。結構何色のダブルガーゼの生地はしっかりしているから、こうシャキッとしてる、縫いやすいダブルガーゼだと思います。これで何を作ろうかな。8ヤードぐらい買ったのかな。在庫がもう8しかなくって、これはもう二度と出会えないと思って8買ったんでございます。そう、こんな感じでね、素敵ですよね。次はこちら、じゃらーん。素敵じゃないですか。光が差し込んでるみたいなデザインでとっても素敵だと思います。これでなんか T シャツっぽく作ってもいいし、どの場所を使っても絵になりそうだなっていうことでこちら買いました。これは2ヤードかな。近くで見るとこんな感じになってるんです。近くで見るのと遠くで見るのとまたね、印象が変わりますよね。どこ使っても絵になりそう。素敵ですね。こんな感じです。お次はこちら。これも何色の生地です。前にガウン、何色の木の表面みたいなデザインの茶色の生地でそのガウンを作ったんですけど、とってもよくって、ただの茶色より深みがあるしガーゼに見えないっていうことで、その生地もすごくお気に入りだったんですけど、売り切れてなかったので今回はこういう茶色にしてみました。ただの茶色じゃなくっていい感じにムラがあるって言いますか、シャッ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 ってね、これもとってもいい。ガーゼでジャケット作るのとかが好きなんですよね。羽織物気持ちよくって柔らかくって、でも何色で作るとこうガーゼガーゼって感じにならないお気に入りで、今回この生地を買いました。最後の生地ですね。これはガーゼ生地ではないんですけど、もう読み方がわからないのでロゴを見せますね。こちらのお店で購入しました。本当はダブルガーゼのストライプのウォーリーみたいなしましまの柄のダブルガーゼが欲しかったんですけど、ないんですよね。日本でも探したことあるんですけど、なかなかこういうストライプのダブルガーゼっていうのはないんですよね。っていうことでダブルガーゼ諦めて、なるべく柔らかめの、そしていい感じの発色のをって探してこちらを買いました。この生地を見て家族旅行どこに行くか分かりますか海に行ってきます。
船に乗るので、このしましまの生地でマリンっぽく家族お揃いの服を作れたらなっていうことで買いました。いい感じに柔らかいコットン。よかったよかった。全然ゴワゴワって感じではなくて、感じで柔らかかったのでよかったです。コットンで発色がとってもよくって、あとこの太めのストライプとこの白地が本当に真っ白っていうのが購入の決め手です。これは女子、こちらは男子ストライプ可愛いですよね。ストライプ好きなんですよね。ということで大量に購入した生地の紹介でした。で後半はですね、こちらの生地おまけでまた旅ショップさんからいただきました。ハート柄のサッカー地だと思うんですけど、コットンの中からちょっと簡単なエコバッグを作っていこうかなと思います。っていうのも、私ハート柄の生地ってほとんど買わないんですねそう、ハート柄の生地ほとんど買わないんですね。ですけど多分次女大好きなので、次女に最近補習校の1年生として入学して補習校通いが始まったんですね。補習校では日本の本が借りれるんですよ。おしりたんていとかね、ハマってて大好きなんです。なのでその本をこうパサパサって入れて手で持ってく、自分の荷物は自分で持つっていうルールなので、じゃあリュックにいっぱい教科書入ってる中にまたおしりたんていの本が3本も入ったらもう重たいってなっちゃうので、この生地を使って本を入れるバッグで小さく畳めて、使わない時はこっち作っていこうかなと思います。色とりどりのハートのポコポコした感じがサッカー地のサラサラしたコットンの生地です。でこの生地は何センチかというと 22×50 センチの生地ですね。よし、じゃあこれでやっていきましょう。どういう風に作っていこうかな。こっちが縦地でこっちが横。本を入れるからやっぱり耐久性を考えてちゃんと縦地に作っていこうかな今回は。でここに本を継ぎはぎで作っていきましょうか。柄合わせは無理かなちょっとこれくらいかな。カットしていきます。残りもう少し高さを出した方がいいかな。なんかちょっと柄が合いそうずれるけどちょっと合うかなぐらいかな。よし。でこれを持ち手にすればいいか。接着芯を貼ろうかな。結構接着芯の端切れもたまりますよね。こういうんでいいんだけどな。継ぎはぎで接着芯使おうかな。接着芯のねはぎれもこんな感じで取っといてて、伸び止めテープ代わりに使ったり、こういう時に使ったり。めっちゃくちゃしわくちゃな接着芯なんですけど、まあね、どうせねアイロンでペタペタペタって伸ばすから大丈夫。下準備アイロンでしていきたいと思います。継ぎはぎで貼っちゃいます。持ち手なんでこうして折り目もつけておき
きましょう。上下1センチ、こっちも1センチぐらい折って、また半分に折ってなんで折り目をつけておけば縫うのが楽かな。よいしょ。こんな感じでパーツが揃いました。ほぼいただいたおまけの端切れ全部使ってます。残ったのはこれくらい。これはまたパッチワークに使いましょう。縫い合わせていきたいと思いますよ。じゃあいよいよ縫っていきたいと思います。まずはこの持ち手を縫っていきます。さっきこうして折り目を真ん中に折り目でこっち両サイド折ったので、こうパタンパタンってして端を縫っていきたいと思います。よし、1本縫えました。じゃじゃん。次はバッグの本体となるこの2つを、継ぎはぎしていきます。1枚仕立ての予定なので、袋縫いで縫っていこうと思います。今子供たちはアメリカの学校に行ってるんですけど、今度テスト週間なんですね。でテスト週間が終わった後は子供たちにお菓子をあげようみたいな、そういうことがあって、学校のホームページでお菓子が買えて、で買ったら、テストが終わった瞬間先生が我が子にお菓子を渡してくれるっていう、そういうのがあって面白いですよね。テストで緊張しちゃうから、そのテストの前に先生がキャンディー配ってくれたり、やめてテスト受けようみたいな日本と違いますよね、文化がね。だから息子と、長女にグミを買っておきました。今外表で縫い代は5ミリぐらいで縫ってます。はい、今、外表で縫ったから今度は大変、ハート逆さま通しにつけちゃいました。うわ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 、めんどくさい。うわうわ、届きますか柄に上下があると厄介ですね。届いていきます。さあ取れましたほどけました。今度は上下を間違えないように。よし、こうなりますね。だからこう、よし、ここもう一回外表で縫い合わせていきます。よし、きました。お、なんかちょっと柄合わせっていうか違和感なくパッチワークできましたね。おわー、すごいよし、そしたら持ち手を仮縫いしていきます。バッグの縫い代脇はこれくらいだから、バッグの真ん中がちょうどここら辺が真ん中か、5センチ間隔でつけましょうかね。ここに持ち手をつけるとして、こことここにカバンの裏側に仮縫いします。持ち手が仮縫いできました。そしたらここで
秘密兵器ですね。本当はもうちょっと太いレースが良かったんですけど、これしかないからこれでちょっとやってみましょう。これをですね、このレースをこの本体の裏側のバック口当てて、ここを縫っていきます。こんな感じでレースが縫い付いたので、今度はこれをパタンって表に倒して、こうレースを押さえるようにこうタク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 縫っていきます。こんな感じになってます。かわいい。よし、そしたらこれを今度は脇を縫い合わせていきたいので、黒縫いでね縫っていきます。ここの、脇を袋縫いして、この底も袋縫いで、また中表にして脇を縫う。私甘酒が好きなんですけど、日本に行った時はよく乾燥米麹を買って甘酒作ってたんですけど、アメリカに来てからずっと飲んでなくって、そしたらこの間日本食材店で酒粕が売ってて、これは飲みたい甘酒がと思って買って、この間作って飲んだんですけど、癒されました。最近の私のおやつです。でもなんかストレートで飲むより甘酒を冷やして牛乳で飲むのが好きなんです。なんかストレートで飲むより牛乳で割るとクリーミーになってとっても美味しい。一日の最後とかに飲んでます。長女も好きで一緒によくねアルコール分を飛ばして、気が縫えた。そこを縫ったら完成ですかね。よいしょ、できました。できました。おまけの生地でできました。どうでしょうか。次女の日本補習校で本を借りる時のバッグ、こう行きはこうやってちっちゃく畳んで、ちょっとこれで本を入れて、よよよ、入りましたね。こうやって肩にかけていけるし、リュック背負って、はい、できました。はい、ということで今日は生地の紹介とおまけの端切れで簡単なエコバッグを作りました。じゃあ今日も最後までご覧いただきありがとうございます。インスタグラムの方では使用した生地やパターン、アレンジの仕方なども毎回記録していますので、ぜひ興味がございましたら遊びに来てください。ノートも手作りのこと、洋裁のこと、それ以外の日常のことでもエッセイのように書いていますので、ぜひそちらも遊びに来てください。はい、それではまた来週の動画でお会いしましょう。たくさんきっと縫ってると思います。全部縫い切れるかな、使えるかなっていう感じなんですけど、旅行のあれには。でも普段着でもどんどん縫っていきたいと思います。長女がすごい成長期なので、ほんとぐん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 体がでっかくなってるので、どんどん縫っていきたいと思います。それではまた来週の動画でお会いしましょう。さようなら。